こんにちは、みすずです。今日はお砂糖なしのいちじくジャムをご紹介します。ストーブ鍋でいちじくを煮詰めて作っていく無糖の塩味のジャムです。明日の動画ではこのジャムを使ってお砂糖なしいちじくチーズケーキをご紹介します。材料はこちら。今回の分量で出来上がりは 130g なので1カップにも満たない程度、トーストに2回塗ったらなくなるかなっていう程度のジャムが出来上がります。分量はお好みで調節してあげてください。では作り方です。まずはいちじくの皮を剥きましょう。包丁を使ってピローと剥がしてあげると比較的剥きやすいですよ。先っぽの茎の硬いところを加えて煮込んでもなかなか最後まで残ってしまうので、この部分は切り落としましょう。皮を剥いたら適当にカットします。ここはカットせずに丸ごとのまま煮込んでもどのみち煮ながら潰すのでどっちでも大丈夫です。鍋に詰めましょう。ストーブ鍋の14センチのものを使っています。無水調理ができる鍋がない場合は厚手の小鍋を使ってあげてください。鍋に入れて塩を振ります。小さじ8分の1程度。塩を振るとちょっと水が出てくるので全体にまぶしてこのまましばらく置きましょう。5分ほど置きます。お砂糖を加える場合はここで加えてあげると食材からよりたくさん水分が出てきます。また砂糖が入った方がジャムはきれいにギュッと煮詰まって美味しく出来上がりますよ。5分経ったところですね。では火にかけていきましょう。お水を 10cc ほど、無水調理できない鍋の場合は 30cc ほど加えます。蓋をして火にかけましょう。はじめは弱め中火ぐらい。鍋が温まったらごく弱火にしていきます。ストーブ鍋の蓋を触ってもらってちょっと熱いぐらいになってきたら温まってるので火を弱めてあげます。この状態でまず10分間蒸し煮にしていきます。10分経ったら蓋を開けます。こんな感じで水分は結構たくさん出てきてます。このままあとはこの水分を飛ばすように煮詰めていきます。弱火のままたまにお玉でいいので潰しながら煮詰めていきましょう。初めは潰れにくいんですけれどもしばらく時間が経ってくると潰しやすくなります。これでプツプツ潰しつつ水分を飛ばしてあげてください。お好みのゆるさにしてもらえれば OK です。ただ今回はケーキ生地に加えたいので水分が残っているとオーブンで焼いてる時に離水してきてしまって生地がべちょっとしちゃうのでかなりしっかりと煮詰めてあげると綺麗なケーキが出来上がります。なのでしっかり煮詰めていきましょう。レモンを絞ります。風味付けで最後にレモン汁を加えたいので1/2分個分を絞っておきましょう。絞った状態で大さじ1杯使いたいので、通常サイズのレモンで約半分。小さいレモンの場合は丸ごと1個絞ってもらうとちょうど大さじ1杯前後になるかと思います。お鍋に戻りましょう。こんな感じですね。しっかりと鍋底にこのお玉の跡が筋が残るぐらい水分が飛んだらレモンを加えていきます。レモン汁加えてからいつまでも煮込んでいると苦みが出るので加えたらすぐ火を止めます。ざっと混ぜて火を止めます。ここでレモン汁が加わると煮詰まっていたイチジクがちょっと緩むのでレモンを加える前に結構しっかりと煮詰めておいてレモンを加えた状態でちょうどいいお好みのゆるさになるような感じで調節してあげるといいですよ。これで出来上がりです。冷ましてから器に移し替えましょう。イチジクの甘みがぎゅっと詰まってレモン汁で程よい酸味が加わった甘酸っぱいジャムです。今回は塩味のみですがしっかりと甘いジャムを作りたい方はお砂糖も加えて煮込んであげてくださいね。消毒した保存瓶に詰めて冷めたら冷蔵しましょう。お砂糖なしで作った場合は早めに使い切ってあげてください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はお砂糖なしで作るいちじくジャムをご紹介しました。明日はこのいちじくジャムを生地に練り込むカマンベール入りのチーズケーキをご紹介します。また詳しいレシピはブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作
作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。